みたいな。いや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 、空気抜く。和食に欠かせない食材、味噌。どうやって原料から作るか知ってますか？私は今回初めて味噌作りにチャレンジしてみました。今週のテーマは日本。味噌作りをします。はい、今日味噌作りを教えてくれるまいちゃんです。まいです。よろしくおよ願いしろしくお願いしま。ますす。まいちゃんは、宮城県石巻市の出身で、はい。同じ故郷ということで、味噌なんちも宮城風に仕込みましょうということで、粒あらあらの粒あらあらのばあちゃん味噌です。材料はたったこれだけ。大豆、米麹、塩、以上です。長崎、九州の長崎、九州の長崎の海水で海水塩ですね。麹と麹こんだけ使います。浸水させた子だから、この状態から炊き始めます。はい。あれ茹でた？これまだ硬い状態。まだ茹でてない。茹でてない硬い。水に戻しただけ。そう戻しただけ。でも最初普通のこんくらいの大豆。ちっちゃいすごいちっちゃいこれくらいのが18時間くらい浸水させるともうこのザ豆みたいな形になるんです。そうかわいい。鍋3つ。鍋3つで今日何キロ仕込むんですか？今日は13キロくらいに13キロなってしまう予定です。すごい。そう1年分。1年じゃ食べきれない。なんか吹きこぼれてるよ。すごい。なんか大変。圧力鍋ってこうなる。こう考えるとやっぱりストーブ鍋が最強な気がしてきた。でも大豆と会話しましょうか。めみちゃん、まゆみちゃん、待ってるよ。美味しくなーれ。袋が大きいから入れてもこれしかない。これしかない。袋がでかすぎる。煮汁は捨てて OK。煮汁最後ちょっと残してその硬さ調整に使ったりとか。ただなんかあんまりたくさんこの煮汁入れちゃうと味噌の色が悪くなっちゃったりっていうのもあるみたいで。どうぞ。大丈夫？あったかいけどなんか申し訳ない感じが。足の指をこういうふうにしてるといいよね。まだ豆が残ってる。これを入れる。いいです。順番はなし。いいんだよね。すごい匂いがする。麹です。入れます。麹をこうほぐほぐしながら混ぜていきます。そうで今年長雨で大豆がちょっと育てるのが大変だったらしく、そのちょっとこう不揃いだったりするけどごめんねっていうお手紙が添えてあって涙が出そうになっちゃった。手がツルツル。やばい。顔を突っ込みたい。あったかい。膝掛け。半分くらいこの2袋とそうこれ。よく出てくるねとっさにみたいな。シャマス。ね。空気を抜く。飛んでる。
飛んでるし。おにぎり。味噌おにぎりですよ。本当の味噌おにぎり。語弊がある。はどうでもいいの？もう綺麗じゃなくてもとにかくある程度の塊になってこう空気抜ければいい。投げつけられるくらいになる。投げつける、誰に投げつけましょうか。春に。投げつけられるぐらいの塊にする。あ、これでも肌がツルツルになりそう。それを顔にあれする。麹で。そう麹で。あ、確かに。パンはさ、はい。なんか作業に飽きてきてっから投げてんじゃないの？もうやんなくなったみたいな。やんなくなったパンみたいな。いや空気抜く空気抜いてんのかな？空気抜くって言ってたけど、まあでもそれもあるのかな。認めた。やっとここまで来たみたいな。これやればもう今日は終わりだ。だ。もうすぐは食べれない。そう。あと10ヶ月くらいかな。10ヶ月。でも好みでね、若い味噌でちょっと途中経過楽しみながらもすごい違う。大丈夫。ツルツルになる。ツルツルになる。ツルツルになるあなたもツルツルになりませんか？味噌作りでお肌がツルツル。床もツルツル。床もツルツル。こっちに一昨年の味噌。あ、見てみましょう。2年もの。2年もの。あ、すごいそう色。ちょっといっぱい空気に書いてますね入れたからか、あ、ちょっと恥ずかしい、本当恥ずかしい。味噌です。2年もの。いい色。で、これが去年、下が去年で味噌臭がすごい。あ、味噌の香りがすごい。美味しそうなんだよ。で、あやっぱり綺麗な色。全然。ああ、これはなんか懐かしいもう仙台味噌ですね。ザ仙台味噌ですね。味噌が。いいですね。そう。はい。はい。ちょっとやっぱちょっと辛めにしてます。辛め。しょっぱい。ちょっと麹の割合で甘いとか。確かに宮城の味噌、まあ東北一般的にちょっとしょっぱめだった。赤味噌っていう塩分もちょっと多めなんですね。はい、いかがだったでしょうか。初めての手作り味噌、10ヶ月後が楽しみです。このチャンネルでは健康な食のお話を発信していきたいと思います。気に入ったらチャンネル登録してくださいね。